おだすこちこんぽんぽんてんでちょぼてんとぶつけてきてねと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、クルトは本当に至近距離弱いのかやっていきたいなと思います。いやー、今までねこの検証やってきましたけども、こちら見ていただいたでしょうかね。まだ見てない方でぜひ見ていただいた方が今日は面白いんじゃないかなと思います。このクルトワのね強さ、分かってきたところでですね、いろいろコメントでですね、至近距離のニアが結構弱いんじゃないかというねコメントいただいておりまして、検証してくださいみたいなねいただいておりまして、ありがとうございます。ただねこれが案外難しい検証なんですよ。過去にもねやったこと自体はあるんですけど、そもそも至近距離がねちょっと入りやすすぎてですね、ちょっとした違いで大きく変わってくる、結果的に原因が何なのかよくわかんないみたいな、形になって、能力だったのかこれはみたいな形になってくることが多くてですね、今までちょっとね、なかなか手出せなかった部分でもあるんですけども、ただねここで食い下がってしまったらでんぷんが廃るということでですね、じゃがいもじゃねえじゃねえかということで、今回はちゃんとしっかりとやってきました。だいぶね時間かかっちゃったんですけど、でもねその分しっかりやってきたんで、特にねゴールキーパーの仕様とかまでね深く迫っていきたいなと思いますので、ぜひですねできれば倍速でもいいんですけど飛ばさずに見ていただけるといいかなと思います。まずはですね、検証方法の確立までの経緯もねちょっと話しておきたいなと思うんですけども、なんでそうなったのかみたいなところもねちょっと気になるかなと思いまして話していきたいなと思うんですけど、まずですねアンケートお答えいただいた方ありがとうございました。どういうアンケートかというと、クルトワのねニアが弱いというのはどういう場面ですかみたいなアンケートを取りました。でですね、多くの方お答えていただきまして、角度のない部分のニアですよねみたいなコメントが多かったので、なるほどなということで実際やってみたのがこちらで、これ X にもあげたんですけど、これだとですね結構みんな決めちゃって、どのキーパーでも決めちゃったんですよね。入りすぎちゃうというかね。なのでこれだとですねちょっとどうしても検証にならないんですよね。みんな入っちゃうからね。じゃあなんか違うんじゃないかということでいろいろ迷走した結果ですね、この男にたどり着きました。というのもサブアカでねシュートを打たなきゃいけないんで、無料で来てたスアレスって感じなんですけど、理由はあって、決定力キック力がね95以上になるというところと、あと右足の角度の方がなんか検証しやすかった。これは僕の感覚の話なんですけどね。ということで、結果的にねスアレスじゃなくてもいけたかもしれないんですけど、このスアレスを使ってねしっかり検証できそうなんで、こっからが検証方法です。で検証方法ですね、検証方法に関しては、ゴールキックエリアですね、その手前から、ニアに向かってシュートを打っていきます。ゲージは 50% 前後ぐらいで、ゴールキーパーの調子は普通となっておりますというところです。で今ご覧になっているこの辺り、ここからですね、この辺りから100本程度打っていきますよという感じです。でただ今回の検証結構シビアで、親指のねブレとかもありそうなんで、50本かける2セットみたいな感じで時間上げてね検証していきます。具体的に言うとですね、シュマイケル、チェフ、クルトワみたいな感じで取った後ですね、チェフ、クルトワ、シュマイケルみたいな感じでちょっと順番も変えたりしながらね、感覚がぶれないようにしながら、やってみましたよって感じです。で使っていく選手はこの3人ということで、この3人で比較していきます。100本程度ねということで、はい300本ですね。しかも厳密に言うとね350本やってきてます。いろいろ勢い余ってねやってはいるんですけども、ただその分ねいろいろ見えてきました。今回もね流れ見てほしいんで、前半ね何十本かを早送りでお送りしていきたいなと思います。レディーゴー。はい、ということでここからねシュマイケルからまず見ていきましょうという感じで 1.2 倍速になっております。正直ねどうなんでしょうね。ニア結局弱いんじゃねえかって気もしますが、でも結構止めてんな。はい、見ていただきました。印象としては止めてるなっていう感じはしますかね。一応結果見ておきました。こうなりました。はい、ということで 64% ということで、なんかこう見ると結構止めてるね。半分以上は止めてると。ただこれがすごいのかどうかがちょっとわからないんで、続き見ていきましょう。ここからチェフですね。一応ね比較としてチェフも入れてみたって感じではあるんですけども、でも結構入ってるな。そんな変わるか。
はい、見ていただきました。結果見ていきましょう。こうなりました。ということで、これ結構差ついたね。おやって感じだね。シュマイケルは結構すごいのかもしれないな。ということで、まだわかんないですね。クルトワ見ていきましょう。さあ、ここからクルトワですね。クルトワがそんなに至近距離弱いって言われるもんだからね、どうなんでしょうって思ってたんですけど、こうやって見たら実際変わんねえんじゃないかなんてね、ちょっと思ってましたが、はい、見ていただきました。これシュマイケル優勝だね。ちょっと結果見ていきましょう。こうなりました。なるほど。はい。はい、ということで、これね、シュマイケルが異常に高いっていうね、感じになりましたね。こんな差つくもんかね。ただ、これまだ1セット目なんで、あと50分ありますから。ここでどう変わるか分かんないですからね。ここからね、またやっていきます。ただ、皆さんにはちょっと結果だけね、集計したものをお見せしたいなと思います。はい。集計してきました。さっきまでのね、結果がこちらですよという感じになっております。はい。では、どうなったのか。こうなりました。はい。ということでですね、ちょっと、一つ一つ冷静に見ていきますか。まず、シュマイケルね。ここね、安定してた。ブレなかったね。ずーっとこんな感じでしたね。止めてた。そしてチェフに関しては、いい時もあったけど悪い時もあるような波があるような印象にはなりましたが、ただこの検証自体ブレが大きくてもおかしくはない検証だと思うので、特に50本なんてで言うといつも 10% ぐらいのブレはあってもおかしくないって言ってるけど、15% ぐらいのブレはあっても全然おかしくないじゃないかな。許容範囲、本数で言っても10本差はないからね、というような許容範囲かもしれません。そしてクルトワなんですけど、ダメだったもっとダメだったね。もっと、クルト2回目はとか思ったけど、全然ダメでしたね。ただちょっとね、この結果ちょっと信じきれなくてですね、追加で50本やってきました。その結果こちらです。ということで、そんな変わんねえという形になりましたね。本数で言ってもね、10本以内程度になってますから、そうですね。なので結果的に言うと、シュマイケル、チェフ、そしてクルトワみたいなね、結果にはなりましたね。至近距離のニアについてはね。ただ、チェフとクルトワに関してはもしかしたらね、同じぐらい、ブレで同じぐらいの可能性はまだまだあるんですけど、シュマイケルに関してはちょっとね、同じとは言えないですね。一つ違うステージにいるっていう、そんな感じにはなってましたね。ただいつも言っている通りにデータだけだともったいないんで、ぜひ比較こっから見ていってください。はい、ということで比較見ていきたいなと思うんですけども、セービングをね比較していきたいなと思います。結果ねあんだけ変わりましたけど、何がそんなに違うのかというところですよね。それが分かんないことには原因とかね何も分かんないんで見ていくんですけど、まずこのね見てもらってるこのシュマイケルのこのセービングと、あとはこのクルトワですね、この失点シーンにはなるんですけど、これがね実は結構似てるシチュエーションになってますので、比べておきました。重ねておくとこんな感じ。はい、ということで青がシュマイケルになってます。で普通の通常の方がクルトワになってるんですけども、でまずねこのシュートモーション、パワーゲージ、あと場所ですね、ここはほぼほぼ同じですよという形。ゴールキーパーの立ち位置もそんな変わんないかな。むしろシュマイケルの方がファー寄りになってるって状態にはなってるんですけど、これ見ていくと、はいこの時点でちょっと見にくいかもしれないですけど、シュマイケルは反応してるんですよ。ちょっと倒れ込み始めてるの分かりますかね。でこの後進みていくと、はいここで弾いてるんですけど、まだねクルトはねちょっと見えにくいかもしれないですけど、クルトはねまず手が出てないです。まだ出てないんですよ。でこの後進んでいくと、はいこの辺りでやっと手が出てくるみたいな感じなんですよね。なのでシンプルに反応が遅れてるってことが分かったんですよ。ただこれねこっからが結構面白くて見てほしいんですけど、はい別のシーンですね、別の似てるシーン持ってきたんですけど、はいこれね要はですね、これシュマイケルの方が
青のシュマイケルの方が球遅いし、後ろから飛んできてるんですけど反応遅れてるクルトワと同じようなモーションで倒れ込んでるわけですね。こういうシーンが実は複数あって、逆にですねクルトワが反応早くて止める時もあって、でチェフとかも同じですね。反応が早い時遅い時っていうのはそれぞれあったんですよ。ということはね、ここで言えることは、シュマイケルだから絶対止めるとかクルトワだから絶対止めないというわけではないということなんですね。はい、でどっちでも止める可能性はあるよという形になっていきました。という意味で言うと、これはね確率の話ということになっていきます。同じコースだとしても確率で止める止めないっていうのがランダム性がねあるよという形になっていくかなと思います。でただその確率がシュマイケルはちょっと高い、普通に高いということなんじゃないかなと思います。はい、でこっから考察になっていくんですけど、じゃあこの高くなる確率何なんだろうと、その原因は何なんだろうというところなんですけど、厳密にまだ分かんないんですが、まず能力疑うよねというところで持ってきたんですけど、これね見てもらえば分かるんですけど、クルトが低いとかね結局チェフが高かったりして、例えば瞬発とかで言うとクルトは低いけどチェフの方が55で一番高いんですよね。なのでそれでもシュマイケルの方が良かったとかね、ボディバランスとかもそうなんですけど、そういう形で要はですね能力ではないっていうのは言えると思います。能力云々で変わるわけじゃないと。でそうなってくると身長とかなってくるんですけど、195センチ以上はファーは強いけどニアは弱いみたいな感じになるんだとしたら、それはね結構むしろ嬉しいなと個人的には思ってたりするんですけど、その分ねカーンとかカジジャスとかのね強みというか生きる場面が出てくるんじゃないかなと思ってたりはしてます。簡単な考察なんですけど、皆さんもね何かこれなんじゃねとかあればコメントで教えていただければなと思います。ということで今日は結論です。クルトワの弱点は至近距離ニアとします。はい、ということでねいろいろ見ていただきました。明確に弱点と言えるんじゃないかな、クルトワのね。たださっきも言った通り確率の話なので、絶対とは言えないんじゃないかなというところは一つで、あとですね育成でどうにかっていうことでもなさそうだなと思いました。なので今までの検証でもそうなんですけど、ちゃんと強み、そして今日の検証でもいう弱点弱みみたいなところにちゃんと把握した上で起用法とか戦術とかを考えていくっていうのが一番大事なんじゃないかなと思います。むしろ長短はっきりした方が使いやすいっていう人もいるだろうしね、バランスよく、強い選手の方がいいっていう人もいるだろうから、そこはですね各々の考え方、納得いく考え方をね見つけていくっていうのが大事なのかなと思っております。で僕はいつもやってるんですけど、この検証でこれだからこの選手は弱い強いっていうことを言いたいわけではないです。決めつけたいわけではないので、ぜひ皆さんの考察の、一つ参考にしてくれればなと思っております。でその上でね、その自分の納得した考えをね人に押し付けるのはあんま良くないと思うんで、コメント欄とかでもそれ雑魚だよみたいなっていう風に押し付けるみたいな言い方は良くないんじゃないかなと思いますのでね、納得する考えがあればそれでいいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。てかね今日はね結構緻密なこと、実はね比較とかも結構時間かかってですね結構疲れたなと思いますが、皆さんね参考になればなと。今日参考になったんじゃないかな、なるかな。ちょっとよかったら高評価チャンネル登録本当に、していただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで最後ね、ちょっと雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いろいろ見てきたね。明確に長短はっきりしたかなとは思うんですが、これ今日はあんま触れてないけど、しれっとチェフもなんか弱点っぽいの分かったよねニア弱点っぽいなこいつってなったよね。チェフからしたら俺みたいになってるかもしれないけども、それは良いとしてね、クルトワほどではなかったけどね、結構この比較のこともね面白いんですけど、ちなみに結構緻密なこと言ってて、例えばこのクルトワとシュマイケルのシュート比べてるんですけど、価格が微妙に違うんですよ。でそういう時どうするかっていう話なんですけど、まずねシュマイケルの背景消しますよ。でその後シュマイケルとクルトワね重ねてシュートのタイミング合わせておきます。でそうするとこんな感じで今ブレてると思うんですけど、それをですね歪ませて、シュマイケルの方をね歪ませてクルトワと合わせるみたいなパワープレイをやってきてます。でこれも最初だけ合わせてもですね結局ですねこの進めていくとこんな感じでずれちゃうんですね。なのでこれを動画を進めながら何箇所か、これの動画で言うと大体3箇所か4箇所ぐらいかな、シュートシーンだとこうやって感じで合わせていくと早送りしますけど、はいこんな感じ、はいこれちょっとアップしておきましょうか。こんな感じになりますね。でこんな感じで検証比較してきました。
いや、何の動画ということでちょっと話それましたが、そんな感じ結構緻密なことやってきました。ポテラーなら知りたいかなと思って言っておきます。はい、ということで、なのでこんな感じでね、こんな感じのことをやってる人、ここまでやってる人そんなにいないと思うんで、ぜひ今後もね、ごひいきにお願いいたします。ブッフォンでも至近距離強いのかやっていきたいなと思います。前回のねこちらの動画見ていただいたでしょうかね。こちらでねニアの対応についていろいろ分かってきました。シュマイケルが強いよっていうことも分かってきましたね。で一応言ったんですけど、前回のね振り返りコメントでも多かったんで言っておきますけども、瞬発力ここに関してはねチェフが一番高かったのにシュマイケルのがやっぱ止めてたんで、そこはね関係ないんじゃないかということも言えますし、他もありますね。例えば、コラプシングですね。ここに関してもねチェフが97でシュマイケルと同じなんで、そしたらもうここ関係してるとしたらチェフもうちょっと止めてもいいよねっていうところもあります。であとはボディコントロールとかね、この辺に関してもクルトワが一番高いんで関係なさそうじゃないかという形になっていきまして、なので数値はそんなには関係してないんじゃないかと、ゼロではないかもしれないがっていうところは言えるかなと思います。その上で今可能性があるものとしたら、身長、そしてジャンプね、あとはスキル、あとは固有の能力、シュマイケルがすごすぎるって固有のねっていう可能性があるんじゃないかと思います。で今回はこれのねスキルと固有、ここの可能性をちゃんと見ていくためにブッフォンでやっていきたいなと思います。ということでいきましょう。検証方法ですね。検証方法は前回と同じですね。ゴールキックエリアの手前でシュートを打っていきます。パワーゲージは 50% 前後ですね。ゴールキーパーの長射普通50本のセットを2セットをやっていきます。で検証方法なんでこうやったのとか、なんでこういう風にやらないのとか思う人は前回のね動画で一応経緯も話してますので、ぜひそちらを見ていただければなと思います。で使っていく選手はブッフォンです。能力はこんな感じ。能力はねシュマイケルに似てるんですけど、ブッフォンにはね闘争心がついております。で身長192センチだからね。なので結果がシュマイケルが高ければ固有の可能性あるし、同じくらいだったら身長っていう可能性が出てくるし、ブッフォンが高ければスキル、闘争心っていうねところの可能性が出てくるんじゃないかというところですかね。というのを踏まえた上で見ていきましょうか。今回も流れ見ていただきたいんで前半30本見ていくんですけど、配信来てくれた人も楽しめるようにですね、配信でやってない方の50本をやって見ていきたいなと思います。ということでいきましょう。はい、ということでここはですね配信やってない方の、前半の30本ですかね、見ていきます。ブッフォンはねシュマイケルと同じで割とねやっぱ使ってる人今でも多いなっていう印象ではあるんですけども、ここでどうなのかなというとこですよね。でもいい反応してんな。はい見ていただきました。これね配信で来てくれた人分かるかなと思うんですけど、配信の時はね最初めちゃめちゃ止めたんですね。50本中、最初の20本ぐらいかはめちゃめちゃ止めてて、後々止めなくなっていって帳尻合っていく感じなんだけど、今回のやつはね最初めちゃめちゃ入って、後半ねだんだん止める調子が上がっていったみたいな感じで、こう波があったような感じでしたね。はいということで結果見ていきましょう。こうなりました。はいということで一番下の2つですね 64% と同じ数字になったんですけど、シュマイケルと似たような結果になりました。全体的にはやっぱ安定感を持ってね止めていたというところになっていきましたね。ということは冒頭でお話ししたところで言うとですね、シュマイケルとブッフォンが割と似てるという形になりましたので、要は身長の可能性が出てきましたよと、かなり大きくねなっていきましたよというところになっていきます。むしろ身長云々もそうなんですけど、逆にですね固有とかシュマイケルの固有とかね、あとはスキルの闘争心っていう可能性がちょっと薄くなったって考えた方が良いかな。こんな感じでこう選択肢をね削っていってどれが正解かって見ていくのが検証になるかなと思いますのでね。はいそんなところですかね。であとは一応可能性としては、ジャンプ数値説っていうのはまだ残ってはいますね。ブッフォンと同じ数値だったんでねシュマイケルは。それはね今後やっていく中でね見えてくるかなと思います。であとねもう一個裏数値、手の長さとかの説っていうのもあるはあるんですけど、個人的にはそんなないかなと思っていて、それちょっとこちら比較して見ていただきたいなと思います。はいこれね前回も一応やったんですけど、失点シーンとセーブシーンのちょっとね、重ねたところになっていきます。似てるシーンですね、パワーゲージとか似てるところをちょっと持ってきました。全体的にこうユニフォームは青なんだけど、青になってる方、ボールも青になってるやつが失点する方で、普通の方がセーブするシーンなんですけど、見ていくとはいこ
こでね、分かりますかね、ちょっと分かりにくいかな。青がね、手が出てないんですよ。青がこう失点する方なんですけど、まだ手がね、このなんていうの、胸元というかな、胸元みたいなところに手があるんですよ。通常のは手が出てるんですけど、ちょっとこれやっぱ分かりにくいな。分かりにくいんで、一旦縦に並べます。はい、こちらですね、上が失点シーンになってるんですけど、見ていくとですね、はい、分かりますかね。これ上の失点シーンまだこう手が出てないんですよ。なのでここで言えることは、手の長さとかそういう問題じゃないよねってことを言いたいんですよね。そもそも手が出てないんだもんだって。なので失点する時はね、結構反応が遅れてる時っていうのが多くて、で逆に言うとセーブできた時っていうのは、超反応ってあえて言いますけど、超反応できた時っていうのが多いっていうことが分かりました。なので裏数値ではないんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、というところが見えてきたんで、今日は結論です。シュマイケルもブッフォンもニアが強いとします。はい、ということでいろいろ見ていただきました。ニアが強いの分かってきたかな。ブッフォンやっぱ強かったな。でやっぱこの身長説だったら結構熱いよね。確定とはまだ言えないですけど、個人的にはかなり熱いなと思ってます。というのも能力以外のね、個性でこう出てるっていうのが結構面白いっすよね。なんか使い方とかも人それぞれ変わってきたりするのがいいですね。でただね、一つだけ数値が全く関係ないとは言ってないですからね。ある程度数値が高いという大前提での話になっていきますので、そこはね、注意していただければなと思います。ってなると今度はカーン、カシージャス、ゾマ、そして川口みたいな感じでこの辺もちょっとね検証してみたいですよね。この辺が熱かったら結構いいんですよねとは思ってきます。でこれやっぱ面白いのは人それぞれ結構変わってくると思うんですよね。この視点によって、各々の視点によって何が最強かって結構変わると思うんですよ。はい、なのでみんな今回のね検証したゴールキーパーとかでは結構みんな最強と言っていいかなとは思うんですけど、コメントでありましたけど、近距離で打たれるってことはそこまでのディフェンスをねどうにかできるんじゃないかとかね、そう考えるんだったらミドルはどうしても打たれちゃうから、その後はクルトワを使っといた方がいいんじゃないかとかね、総合的にやっぱ守れた方がいいよねみたいな人もいると思うんですよね。なのでこれを見て、じゃあ誰々が最強じゃねっていうのは人それぞれねあっていいと思うんですよね。なので自分なりの最強ゴールキーパーを見極めていくっていうのが大事かなと思います。人がね誰々が言ってたからこいつが最強とかではなくてね、自分の考えを持っておくっていうことが一番大事なんじゃないかなと思っております。あとねクルトワ失敗とかそれはねまずないと思います。これはあえて言っときますけど、はい、間違いなく最強ゴールキーパーの一人ではあると思いますから、そこはね全然悲しくなる必要はないんじゃないかなと思っております。いろいろね自分の戦術とかチームスタイルとかによってもねまた変わってくるかもしれない。自分に合う合わないはあるかもしれませんけどね、もちろんこれが全てではないですからね。結果的に選択が変わらなかったとしても、これを知った上でのそのキーパーを使っているのと、この検証を知らないでそのキーパーを使っているっていうのは意味が全然違うと思いますから、その辺はですねぜひ参考にしていただければなと思います。はい、ということでこの動画が参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。カーンにも至近距離ニアで検証してみたやっていきたいなと思います。こちらねニアの動画見ていただいたでしょうかね。いろいろ見えてきた部分もありますけども、今日はねそこについてカーンについてですね、やっていきたいなと思います。カーンがねもうこれで強くなっていくのか、低身長がやっぱ強いのかっていうところをね見ていきたいなと思います。で実際コメントでもですね、カーンがね強い、ニアが強いよって言ってる人結構いると思うんで、そこもね実際にどうなのかっていうところを確かめていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は前回と同じような形になっていきます。ゴールキックエリアの手前でシュートを打っていきます。パワーゲージ 50% 前後ぐらいで、ゴールキーパーの調子は普通、50本を2セットやっていくような形になっていきます。でなんでこの角度なんだとか、なんでこうやらないんだと思う方はね、前々回の動画でも一応ね経緯を言ってますので、よかったらそちら見ていただければなと思います。使っていく選手はこのカーンですね。で能力はこんな感じということで、ほぼほぼシュマイケルとかジェフとかと同じようなね、並びになってくるかなと思います。で今回もですね前半の30本を程度をですね流れで見ていきたいなと思います。はい、ということでここから見ていきましょう。オリバー・カーンですね。ニア強いって言ってる人もね結構いるんですけどね、で今までの検証から言うとやっぱり195センチ以下は強いのかって感じはしますが、どうですかね。皆さんのオンラインとかでもよくねカーンは地味に止めるよねみたいなねよく聞くんですけど、僕もそれ止めんのかみたいなパターンもよくあるんですけどね。は
はい、見ていただきました。まあ、やっぱ止めてましたね。期待通りというか、そんな感じでかなり止めてたんじゃないかなという印象はありますかね。はい。じゃあ、ちょっと結果見ていきましょう。こうなりました。はい、ということで、一番下の2つなんですけども、どちらも 60% 超えましたね。60% 超えてきた。だからやっぱシュマイケルとかブフォンとかと同じぐらい止めてはいたなという形になりました。ただちょっとね圧倒的に止めるっていう感じでもなかったですね。同じ感じだったかなという形、明らかに超えていくっていうことはねなさそうな感じでしたね。ちょっとそこだけね期待外れというかね、若干期待しちゃってるからね。だから低ければ低い方がみたいな感じではないのかもしれないですかね。はい、で一応比べておくんですけど、上がセーブした時、下がね決められた時失点したシーンなんですけど、比べていくとね、ここですね。この時にね止める時はねもう手がね分かりますか、もう手離れて肘伸ばしてこう出てるんですよ。手を出そうとしてるんですね。それに対して決められる時はねまだね肘も上がってね手出てないんですよ。これ分かりますかね。ここの違いが微妙にあるという形。これによってですね本当に数コマ何コマかでかもしれないですけど、それによって止められなかったりするという形で、これねもうちょっと細かく見ていくとちょっと面白くて、はいこれなんですけど、こんな感じでこのステップ踏むとこ見ていきたいんですけど、キーパーってセービングする前にスモールステップで上にジャンプちょんと飛ぶんですよ。ちょっと飛んでからセービング行くんですけど、その時にセーブする方の間はこのジャンプして着地した時にはもうね軸足が分かりますかね、これ左足がこっち向いてるの分かりますかね。ここもうセービングする方向に向いてるんですよ。ここね、ここで逆にだから逆にこっちの失点する方はこのねジャンプした時はねまだね前向いてんのよ。でその後に方向転換、ここでやっと方向転換してる感じ。一回着地してから方向転換してるんですね。だから一つねやること多くなっちゃってる感じなんですよね。なのでほんと微妙な差ではあるんですけど、その違いでこう変わってくるという形になったのかなとは言えるかなと思いました。いやてかこんな細かいとこまでやってるこのゲームすごくねここまで再現するのかと思ったけどね。でもこれ俺ゴールキーパーだからこうやって見てて楽しいな面白いなと思うんですけど、皆さんどうですかねなんかその微妙な違いっていうのは確実に出てきてるんだよということだけ伝わってくれればいいかなと思います。でこの超反応っていうのかな、反応が良かった超反応が出るか出ないかっていうのは以前にも言ってるんですけど、ランダム感っていうかね、ランダムっぽいかなっていう感じはしますかね。仮説みたいな感じで言うと、身長何センチ以下かけるなのかな、コラプシングの数値があって何パーセント止めれるみたいな、何パーセント超反応が出るみたいなね感じになってるんじゃないかなっていうのは言えるかなと思います。これも例えば身長が195センチ以下だったら1とかね 1.0 みたいなで、例えば195センチ以上とかだと 0.8 とか例えばそんな感じの数値になってナーフがされてたりとかはありえるんじゃないかなとかは思ってたりしますね。だからそれが噛み合うとですね、例えばパワーゲージこれとかも結構強めに蹴っちゃったんですけど、こんな感じでバチーンで止めてくれたりとかねしますよみたいな感じ。他にもね噛み合えばこんな感じでねしっかり止めてくれたりとかありますよって感じで、逆にね超反応してても止められないみたいな時もあります。はい、これがこれはねもうスアレスのシュートがうますぎたりするとちょっとね止められないこともあるっていう感じなんですよね。ちなみにこのスアレス自体は決定力キック力もどっちもねほぼ95× 絶好調になってるのでほぼ完走状態になってますから、いいシュート打つことももちろんあるんですけど、なのでじゃんけんじゃないけどもこのお互いのねところが噛み合うとセービングされたりっていう感じになってきますかね。これはねこのニアのシュートだけじゃなくてコンカとか他のシュートミドルシュートも含めてなんですけど、ということでも全部言えることではありますからね。なのでこれだから絶対止めるとかこれだから絶対止めないとかそういうことではないのでね、そこの辺は押さえていただけると良いかなと思います。はい、というところで、いろいろ見えてきたんで今日は結論です。カーンも手を出すのが早いとします。はい、ということでねいろいろ見ていただきました。そうですね、シチュエーション自体はね結構単純な話なんですけど、これ結構紐解いて細かく見ていくと結構おもろくないっすか。おもろいんだけどな俺はな俺がゴールキーパーだからかもしんない。あとはさっきも言った通り低身長であればあるほど正義みたいなことでもなさそうでしたね。ってなってくるとやっぱ190前半台がいいのかなとか思っちゃうよね。
まだわかんないけどね、今後ね一応カシージャスとかやってみますけど、それをやってみて、最後ある程度は結論が見えてくるのかな。ジャンプ力とかもねカシージャスは高かったりするから、その辺は見えてくるんじゃないかなと思います。それを終えたらね、あとはクルトワとかをコラプシング上げてみたりしてもう一回やってみてもういいかもしれないですね。それどう変わるのかとかね、そもそももうコラプシング上げたところで変わらないのかみたいなところとかは見ていく必要があるかなと思います。はい。で、あと前回のねブッフォンの動画とかでもコメント欄とかで結構さ、皆さんいろんな、じゃあ俺はクルトワだなとか、じゃあ俺はシュマイケルだなみたいな感じいろいろコメントがあってね、コメント欄見るだけでも結構面白いなと思いました。皆さんのねいろんな意見とか視点があってね、確かにそれも正解だよな、それも正解だよなって思ったんで、皆さんも意見があればねぜひコメントいただければなと思いますし、コメント見るだけでも結構面白いんでね、見てみてください。はい、ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ね雑談して終わりたいなと思います。はい、最後ね雑談になっていきます。で、ごめん、今日ね関東カシージャス一気にやりたいなと思ってたんですけど、ごめんなさい時間がなくて監視ができなかったんですが、明日上がるかな、上がんなかったらごめんなさいって感じなんですけど、カシージャスできるだけ早く出してね、まとめておきたいなと思います。結構ね細かいとこまでやられてて面白いなと思いましたが、このただなんだろうね、このカーンもさめちゃめちゃ止めてんのにさ、なんかねやっぱりなんか決められた後に、あれこれシュマイケルだったら止めてたのかなとかね思っちゃうっていう自分がどっかにいるんだよね。いや多分ね比べたらそんな変わんないと思うんだよね。そんな変わんないと思うんだけど、特にこのシチュエーションにおいてねなんだけど、やっぱそう思ってしまうっていうね、なんかこのプラシーボ効果的ななんかあるのかな。やっぱりシュマイケルに対してはみんなそうだと思うんでね。シュマイケルじゃない人もいるかもしれない、ブッフォンとかジーダとかシェフとかに思ってる人もいるかもしれないんだけど、なんかねそれがねなんすかね、人間ってやっぱ感情の生き物なんですかねっていうのをねすごくちょっと思ってましたね。皆さんのプラシーボ効果あればぜひ教えてくださいということで、またいけるカシージャスニアいける説やっていきたいなと思います。ということでね、ニアシリーズということでやっていきましたけど、意外にこれ4作目なんだね。結構やったね、思ったよりやってるな。で今回はその中でも、選手としてはね気になるところというところで、190センチいってないカシージャスですね。前回カーンやりましたけども、カシージャスでもいけるのかというところですかね。ここをやっていきたいなと思います。能力としてはかなり高いですからね、皆さんもどうなっていくのか、予想しながら見ていただければと思います。チェンション方法ですね。チェンション方法は前回と同じような形になっていきます。ゴールキックエリア手前でシュートを打っていきます。ゲージは 50% 前後です。ゴールキーパーの長射普通50本 ×2 セットという形でやっていきたいなと思います。なんでこうやらないのとかね、こういう風にやった方がいいんじゃないのとか思う方は前回の動画を見ていただければですね、1冊も載ってますので見てみてください。使っていく選手はカシージャス、一つ前のカシージャスなんですけどね、能力としてはこんな感じで、今までの中で一番高い状態かな、にはなっていくかな、1ぐらいですけどね、なっていくかなと思いますので、このカシージャスを使っていきたいなと思います。今回も前半30本を見ていきたいなと思います。はい、ということでね、前半30本見ていきましょう。カシージャスですね。たまにねオンラインでも見るリアルの話で言うとね、足さばきとかめちゃめちゃうまかったなっていう印象はあるんですけどね。この検証ではそんな足使わないからあれかもしれないけど、はい、見ていただきました。なんだろう、思ったより決められちゃってたのかな、なんかそんな印象はあったんですけど、皆さんどうですかね。はい、最初の30本でね、一応結果見ていきましょう。こうなりました。はい、下の2つになるんですけど、ちょっとアップにしておきますね。はい、というところで、こう見ると 56%、68% という、なんか 50% とか見ちゃうとね、シュマイケルもカーンも 60% 超えてたから、なんかちょっとね見劣りしちゃう感じもあるんですけど、パーセンテージよりも今回は本数の方を見た方がいいかな。シュマイケルとか32本とかだったし、そう考えるとカシージャス2回目の時はね34本出てるし、この検証自体5本6本7本ぐらいはね正直誤差かなと
思ってますんで、まあ妥当な数値にはなったんじゃないかなと思います。まあ一つ言えることはカシージャスが圧倒的にみたいなことではなさそうでしたね。ニアが圧倒的にカシージャスが強いってことでもなさそうでしたね。そうなっちゃうとなんかシュマイケルの方がね、なんか安心感みたいなのは出てきちゃうよね。なんか 50% か見ちゃうとね、失点シーン見ると余計ね、なんかシュマイケルだったら止めてたんじゃないかなみたいなね感じがしちゃうのは何なんですかね。この安心感、信頼感が強いのかな、勝手にね、そうなってるかもしれません。まあ実際のとこどうなのかなと思ったんで、ちょっと実際違うのかちょっと調べてきました。はい、カシージャス、シュマイケル、クルトワ、この失点シーンね、全部ちょっともう一回見直しました。で、失点シーンの中で一番コース悪いやつ持ってきました。ポストのラインに黄色い線引いといたんですけど、ボールのね影のところに赤線引いときました。まあこう見ると分かりますかね。まあほぼ変わんないっすね。あんま変わんないかなっていう感じで、むしろねこの身長の差とかもあんまなさそう。クルトワでもカシージャスでも決められる位置はそんな変わんないっていうところかな。決められる時は決められるっていう感じなんでしょうね。まあさっき言ったみたいにこうシュマイケルだったらとかね、タラレバみたいな話っていうのは思っちゃうと思うんですけど、意外に比べたらそんなことないっていうことが多いのかもしんないですね。はい、で最後ね考察、今までのね検証を踏まえて、まあ軽くまとめというかいう形でやっていきたいなと思うんですけども、まあこのニアが強い要因ってなんだろうなって考えた時に、身長、ジャンプ、スキル、固有能力、このどれかじゃないかなんてね、いつかの動画では言っていたんですけども、前回までねブッフォンとカーンの検証をやりました。この2人闘争心についてるんですけど、結果はね同じぐらいだったんで、そう考えると闘争心の能力っていうのはあんま感じられなかった。同時に固有能力みたいな、まあシュマイケルが固有でっていうこともなさそうだなっていうことは言えるし、今回の検証で言うとカシージャスがジャンプ89なんで、全員の中で7高いんですね。でまあそれでも変わんなかったという意味では、ジャンプも薄そうかな、ジャンプの効果っていうのもあんま感じられなかったかなっていう感じですね。でそうなってくると身長がやっぱり関係してくるかなって感じはしてるんですけど、まあ低ければ低いほど良いという感じでもなさそうでしたね。圧倒的ということでもなかったですからね。はい、ということでね、ニアについて、今までの検証も踏まえてねいろいろ見えてきたので、今日は結論です。カシージャスもいけるとします。はい、ということで最後は真面目にまとめていきたいなと思いますけど、今回ね、190前半以下ぐらいのゴールキーパーのセーブ率が高かったよということが分かりました。あとは能力値以上のね差が感じられたなと思ってますね。でスキルの闘争心っていうもの自体はねそんなに差が感じられなかったなというところと、同時にですね固有とかではなさそうだなっていう感じ。ジャンプ、瞬発、ボディコン、ディフェンスとかこの辺に関してもねあんま関係なさそうでした。であとはさっき失点シーン全部見直した時にね思ったんですけど、低身長だから低いシュートに強いとか、高身長だから高いシュートでも止められるってことでもなさそうでした。はい、カシージャスもね全然ゴロ決められたシーンもあったし、なのでその辺は身長の差はっていうのは今回の検証ではねそんなには感じられなかったかなと思います。まあこれら踏まえてね結局大事なことってなんだろうってとこで、まあ最強ゴールキーパーっていうのはやっぱチームスタイル、戦術とかあとはプレイヤースキルによってもね全然変わるかなと思ってます。つまり、ね、結構人それぞれで全然変わるものなんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まあ要はですね変な話にはなっちゃいますけど、猛者が使ってるからといって自分に完璧に当てはまるかというのは限らないっていうところ、こういうのはね大事にしといた方がいいんじゃないかな。人の意見聞くのがいけないっていうことではなくて、人の意見は全然聞いてほしいし、いろんな YouTuber 参考にしていただきたいんですけど、その上で、最終的には自分の意思を持ってちゃんとね理由付けをするってことが一番大事なんじゃないかなと個人的には思ってます。このちゃんと理由付けしておけばですね、行き詰まった時とかねにこう原因究明できるので、あれ俺こういう理由でこの選手使ってたけど思ったよりこうなのかなとか、そういう風にですね原因究明できる、じゃあこうしてみようかなっていうね試しもできたりするんで、そういったところは結構大事にした方がいいかなと思います。これはこのゲームに限らずですけどね、全てにおいてかもしれませんが、ちょっとそこは大事にした方がいいかなと思います。むしろこれを機にですね自分のガチスカ見てねちゃんと理由付けしてるかな自分っていうね見直してみるのもね面白いかなと思います。
はい、ということでそのね参考の一つにこのチャンネルがなってたらと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ね雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いや結構やったねこれだけでも500本以上やったのか。結構やったね。いやこのシリーズにねちゃんとついてきたポテラの皆さんにはね本当にマックのポテト無料券でもあげたいぐらいの気持ちなんですけども、本当ありがとうございます。はい。でもこうやって一つ一つね、今までなんとなく感覚で思ってたことを形に目で見える形でできたのは嬉しいな、良いところなのかなと思いますね。今後はねちょっとどうだろう、クルトワとかを使いながら能力でどうにかなるのかとか、数値いじってどうにかなるのかみたいなところはねちょっとやってみたいなとは思ってます。はい。ただどうでしょう皆さん、さすがにもうゴールキーパーちょっと飽きてない検証どうかな。一旦別路線行くかもしんないかな。味変してからまたこっちに戻ってくるかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。で皆さんもね、こういう検証やってほしいとか、こういうとこ気になりますとかあったらぜひコメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあまた。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの動画どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。目標4万人にしていますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はねカシジャス、あとはニアのねまとめみたいな感じでやってきました。いろいろ見えてきたところは良かったかな。また今後はね数値とか変えながら、いろいろやって探っていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。